死と恐怖、そして謎に包まれた島。それがイタリアのポベーリア島だ。過去の苦しみと呪いが今もなお、この島に染みついていると言われている。かつては病に倒れた者たちが、そして後には心を病んだ者たちがこの島に集められた。命を落とした者の数は知れず、その魂は今も島に留まり続けているという。今回はその知られざる真実に迫っていこう。ポベーリア島はベネツィアとリドの間に位置する小さな島だ。地図で見れば一見静かで美しい場所に見えるだろう。しかし近づいてみると、その風景にはどこか不気味な空気が漂っている。島の面積は約 7.25 ヘクタールと広くなく、現在は廃墟が点在しており、自然に飲み込まれた建物や静寂に包まれた荒れ果てた道が広がっている。訪れた人々の多くがその場に立つだけで異様な雰囲気を感じるという。歴史を紐解くと、この島はかつてベネチア共和国時代に要塞として使われ、その後はペスト患者の隔離施設、精神病院などとして利用されてきた。要するに人間の苦しみや死がこの島に深く刻み込まれているんだ。ペストとは中世ヨーロッパを襲った黒死病のことだ。14世紀以降、何度もヨーロッパを襲ったこの病気はヨーロッパ全体で数千万人もの命を奪った。このパンデミックの中でベネツィア共和国は感染拡大を抑えるために病人や感染の疑いがある人々をポベーリア島に送り込んだ。島に送られた人々はどんな気持ちだっただろうか。病気かもしれないという疑いだけで家族や友人から引き離される。そして連れて行かれた先は死の島。多くの人々がそこで命を落とした。島の土壌にはその頃の遺体が埋められていると言われており、この島の土には人骨が混じっているという噂も存在する。実際考古学者の調査によって1500人以上のペスト患者の骨が発掘されており、急いで埋葬された形跡も確認された。これらの発見は当時の悲惨な状況を物語っている。さらに感染していないにもかかわらず隔離された人もいたという記録もある。彼らの絶望を考えると、ただ悲しいだけでなく恐ろしい。感染を防ぐための処置とはいえ、君はどう思うだろうか。だがこの島の恐怖はそれだけでは終わらなかった。次に待ち受けていたのはさらに闇の深い精神病院の時代だ。1922年にポベーリア島には精神病院が建てられ、1968年まで運営されていた。ただここでの医療行為は今の基準で考えると非人道的だったと言われている。当時は精神疾患に対する理解も治療法も発展途上で、患者は過酷な扱いを受けていた。特に有名なのが島に住む医師の話だ。地元で語り継がれる都市伝説によると、この医師は患者に非倫理的な治療や実験を繰り返していたと言われている。電気ショックや薬物療法、さらには頭蓋骨に穴を開ける手術など、今では考えられない方法が噂として広まっている。ただしこれらの話に関する確かな歴史的証拠はなく、あくまで伝説に過ぎない。さらに当時の精神病院での生活は壮絶だったと伝えられている。患者たちは小さな部屋に押し込められ、外の世界と隔絶された毎日を送っていた。興奮した者や暴れる者は拘束具で縛られ、薬漬けにされたり実験的な治療を受けたりしたという。夜には島中に患者の叫び声や泣き声が響き渡り、まるで島全体が巨大な監獄のようだったとも言われている。この精神病院は島の中央部に位置し、複数の建物から成り立っていた。主な施設には患者の病棟、診察室、治療室に加え教会や鐘楼も含まれており、特に鐘楼はかつての教会の一部を再利用したもので、島のランドマーク的存在となっている。現在これらの建物は老朽化が進み、廃墟と化している。ポベーリア島を訪れた探検家や訪問者の中には、今でも数々の怪奇現象を体験したと語る者がいる。特に有名なのが、廃墟の陰から現れる人影や、誰もいないはずの病院の一室から聞こえてくる子供の笑い声の体験談だ。こうした噂は心霊番組や都市伝説を扱うメディアでも繰り返し取り上げられてきた。ある探検グループは夜、
島で焚き火を囲んで休んでいたところ、背後の茂みから妙な物音を聞いたという。ライトを向けると人のようなシルエットが木陰に立っていたが、声をかけた瞬間に消えたと語っている。その直後、テント内にいた仲間が突然パニックを起こし、叫び声を上げて飛び出してきたというエピソードもある。他にも、廃墟に置かれた古い人形が勝手に揺れる、誰もいない空間からささやき声が聞こえる、夜中に遠くから鐘の音が響くといった報告が後を絶たない。ただし、これらはあくまで個人の証言で、科学的な証拠や記録は存在せず、真相は謎のままだ。コベーリア島は多くの人々がこの島に強い恐怖と魅力を感じ続けているからこそ、世界で最も呪われた島と呼ばれ続けているのかもしれない。コベーリア島はイタリア政府によって一般の立ち入りが禁止されている。その理由は安全面の問題だ。建物は老朽化し、倒壊の危険がある上、地盤沈下の影響も指摘されている。島には一部の歴史研究者や考古学者、ドキュメンタリー番組の撮影チームなどが特別な許可を得て訪問するケースもあるが、基本的には完全に閉鎖された場所となっている。イタリア政府はポベーリア島の99年間のリース権をオークションにかけた。財政再建が目的だったが、地元住民や文化財保護団体の強い反対により、この計画は実現しなかった。反対派は島の悲劇的な歴史を尊重し、静かに保存すべきだと尊重する一方で、観光開発による活用を望む声もある。今も島を目にするだけで不吉な感覚を覚える住民は多く、ポベーリア島はその存在自体が人々に強い影響を与え続けている。この島の未来をどう考えるか、それは私たちが歴史とどう向き合うかの問いでもある。人々が忘れた場所には忘れられた声が残る。ポベーリア島はその一つに過ぎない。けれど静けさの裏に何かが潜む場所は世界に数多く存在する。そして今も語られることなく眠る謎がそっと息を潜めている。君が次に目にするのはどんなミステリーだろうか。次回も君の知らない世界へ案内しよう。それではまた。